レッスン1、ヨガクラスの探索。近くのヨガ教室を探してみます。アクティブでリラックスできる素晴らしい方法だと聞きました。いいアイディアだね、ジョン。ヨガは心と体に多くのメリットをもたらします。どうなるか教えて。わかった、アナ。空いているクラスを調べて、自分の予定に合うクラスを探すよ。自分のスキルレベルや好みに合ったクラスを選ぶことが重要です。ヨガは初めてなので、初心者向けのクラスを必ず探します。それは良い出発点だ、ジョン。初心者クラスは多くの場合、しっかりとした基礎を築き、基本的なポーズを紹介することに重点を置いています。さまざまなヨガのポーズを学び、練習を通してマインドフルネスを実践できることにワクワクしています。ヨガは柔軟性、筋力、バランスを改善すると同時に、リラクゼーションとストレス軽減を促進するのに間違いなく役立ちます。完璧に聞こえるよ、アンナ。少しのストレス解消をして、全体的な健康状態を改善できるかもしれない。絶対に、ジョン。ヨガは心を落ち着かせる効果と自己認識を高める能力で知られています。ヨガには呼吸法も組み込まれていると聞きました。ストレスや不安を和らげるのに役立ちます。はい、呼吸をコントロールするテクニック、つまりプラナヤマは、ヨガの練習に欠かせないものです。心を落ち着かせ、集中力を高めるのに役立ちます。それは魅力的だよ。アンナ。ヨガの身体的、精神的効果を体験するのを楽しみにしています。クラスを見つけたら、質問があれば遠慮なくインストラクターに尋ねてください。そうするよ、アンナ。きちんとした指導を受け、正しくポーズを練習することが大切です。絶対に、ジョン。インストラクターは、体を正しく調整できるように、修正や調整を行います。また、動きやすい服を着て、ヨガマットを持ってクラスに行きます。それは必要不可欠だ。ジョン。快適な服装は動きを制限せず、マットはクッションとサポートを提供します。アンナ、あなたの指導に感謝します。ヨガに関するあなたの知識と経験はかけがえのないものです。喜んで手伝うよ、ジョン。ヨガは長年私の人生の一部でした。ヨガの効能を皆さんと共有できることを嬉しく思います。ありがとう、アナ。進捗状況を随時更新して、ファーストクラスの様子をお知らせします。ジョン、あなたの経験を聞くのを楽しみにしています。自分の体の声に耳を傾け、旅を楽しむことを忘れないでください。絶対に、アンナ。オープンマインドで取り組み、ヨガが私の人生にもたらすポジティブな影響を受け入れるつもりです。それが精神だよ、ジョン。ヨガは単なる身体的な練習ではなく、心の調和と幸福を育む方法でもあります。アンナ、この新しい冒険に乗り出すことにワクワクしています。ヨガの素晴らしさを発見しましょう。乾杯、ジョン。ヨガの旅があなたに喜びと強さをもたらし、そしてあなた自身とのより深いつながりをもたらしますように。乾杯、アンナ。ご支援と励ましをありがとうございます。ヨガがもたらす変革の力を受け入れる準備はできています。レッスン2、フィットネスクラスの探索。有酸素運動、筋力トレーニング、
ピラティスを組み合わせたものだと聞きました。バランスの取れたワークアウトのようですね。面白い、ジョン。様々なエクササイズ方法を組み合わせることで、総合的なフィットネス体験ができます。実際にやってみて、身体に挑戦するのが楽しみです。これは私の全体的なフィットネスを改善する素晴らしい方法のようです。絶対に、ジョン。有酸素運動は心血管系の持久力の向上に役立ち、筋力トレーニングは筋肉を鍛え、ピラティスは体幹の強さと柔軟性に重点を置いています。このクラスでは、フィットネスのさまざまな側面を対象として、さまざまな要素を取り入れているのが魅力的です。ジョン、フィットネスに関しては多様性が重要です。ワークアウトを魅力的に保ち、退屈を防ぎます。同意します。アナ、自分が楽しめる、自分の好みに合ったエクササイズを見つけることが重要です。このクラスでは、有酸素運動、筋力トレーニング、ピラティスを取り入れて、フィットネスへの総合的なアプローチを提供します。特にピラティスに興味があります。姿勢を改善し、コアマッスルを強化できると聞きました。その通りです、ジョン。ピラティスは安定性を高め、適切なアライメントをサポートできる強力なコアの開発に重点を置いています。姿勢と体幹の強さを改善することで、間違いなく恩恵を受けることができました。これは私が取り組んできたことです。このクラスでは、これらの特定の分野に敵を絞り、時間の経過とともに進捗状況を確認する機会を提供します。それこそまさに私が探しているものです。アナ、自分に挑戦して、フィットネスレベルの向上を見たいです。目標を設定して進捗状況を追跡するのは素晴らしいことです、ジョン。これにより、モチベーションを維持し、フィットネスの旅に集中できます。アンナ、自分を奮い立たせて、自分の体に何ができるかを発見する準備はできている。自分の体に耳を傾け、自分のペースで仕事をすることを忘れないでください。無理な運動や怪我をしないことが大切です。それを覚えておくよ、アナ。どんな身体活動においても、安全と適切な体型は常に最優先事項です。それは正しい考え方だ、ジョン。体をケアすることで、アクティブなライフスタイルを楽しみ続けることができます。アンナ、あなたの指導と支援に感謝します。あなたのフィットネスに関する知識は本当に貴重です。助けられて嬉しいよ。ジョン。フィットネスは私の情熱であり、情報を共有したり、他の人に健康的なライフスタイルを送るように進めることを楽しんでいます。ありがとう、アナ。クラスの様子をお知らせし、私の経験を皆さんと共有します。そのことを聞くのを楽しみにしているよ、ジョン。授業を楽しんで、チャレンジしてください。そうするよ、アンナ。限界に挑戦してフィットネスの目標を達成しよう。乾杯、ジョン。このフィットネスクラスがあなたに強さ、持久力、そして達成感をもたらしますように。乾杯、アンナ。ご支援ありがとうございます。フィットネスの旅でお互いに刺激し合い、偉業を目指して努力しましょう。レッスン3、リモートワークを探る。それは役に立ちそうです。最近考えているんだけど、リモートワークも考えてみようかな。いいアイディアだね、ジョン。リモートワークは柔軟性に優れ、どこからでも仕事ができます。
より柔軟なスケジュールと、自宅でくつろぎながら自由に仕事ができるというアイデアが気に入っています。リモートワークは間違いなくワークライフバランスを改善し、毎日の通勤時間をなくすことができます。それは時間を大幅に節約できるでしょう。アンナ。その余った時間を個人的な活動や趣味に使えます。絶対に、ジョン。リモートワークでは、時間をよりコントロールでき、それに応じてタスクに優先順位をつけることができます。リモートワークは気が散ったり中断したりすることが少なくなるため、生産性も向上すると聞きました。そうだね、ジョン。静かで慣れ親しんだ環境で働くことで、より効率的にタスクに集中し、達成できるようになります。それが集中力や仕事の遂行にどのように役立つかがわかります。さらに、リモートワークは多くの場合、より健康的なライフスタイルを促進します。運動を取り入れたり、より健康的な食事を準備したりする柔軟性が高まります。それは素晴らしい点です。アナ、仕事中であっても、健康と福祉を優先することは重要です。リモートワークは、ワークライフインテグレーションの改善にも役立ちます。仕事に出かけながら個人的なことに取り組むことができます。それは間違いなく得点だよ。アンナ。そのバランスを保ち、仕事の責任に圧倒されないことが重要です。リモートワークは、世界のさまざまな地域の人々とコラボレーションする機会を開くこともできます。それは魅力的だよ。アンナ。多様なチームと仕事をして、異なる視点を身につけるのは面白いでしょう。絶対に、ジョン。リモートワークはグローバルな視点をもたらし、職業上のネットワークを広げる機会にもなります。自分の分野でのリモートワークの選択肢を調べ、それが自分にとって実現可能な選択肢であるかどうかを確認する必要があります。さまざまなリモートジョブの機会を調査し、要件を理解することは、情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。また、自宅に適切な作業スペースがあり、リモートワークに必要な設備が整っていることを確認する必要があります。専用のワークスペースを設定すると、生産的な環境を作り、仕事と私生活を切り離すのに役立ちます。それは理にかなっています。アナ、特定の作業エリアを設けることで、集中力を高め、生産性を高めることができます。また、チームとの良好なコミュニケーションを維持し、物理的に離れていてもつながりを保つことも重要です。コミュニケーションツールを効果的に活用し、同僚や上司と連絡を取り合うようにします。それは極めて重要です、ジョン。リモートワークでのコラボレーションを成功させるには、明確でタイムリーなコミュニケーションが重要です。アンナ、あなたの洞察とアドバイスに感謝します。リモートワークの経験は貴重です。助けられて嬉しいよ、ジョン。リモートワークは私のキャリアの一部であり、自分の知識を共有できることを嬉しく思います。ありがとう、アナ。これからもリモートワークの選択肢を模索し、それが自分のキャリア目標に合っているかどうかを確認していきたいと思います。ワクワクしているよ、ジョン。リモートワークは、新しい機会と異なる働き方をもたらすことができます。変化を受け入れ、リモートワークの可能性を検討しましょう。乾杯、ジョン。リモートワークへの取り組みがあなたにやりがいと柔軟性をもたらし、プロフェッショナルとしての成長をもたらしますように。乾杯、アンナ。ご支援と励ましをありがとうございます。一緒に
この新しい冒険に乗り出しましょう。レッスン4、成長の予測。それは素晴らしいニュースです。当社の予測では、着実な成長が見込まれていると聞きました。素晴らしい、ジョン。将来のポジティブな予測を聞くのはいつも励みになります。絶対に、アンナ。それは自信を植え付け、それらの目標の達成に向けて取り組む意欲を高めます。成長率という観点から予測される予測を知っていますか？正確な数字はわからないよアンナ。しかし、この予測では一貫した上昇傾向が示されていると思います。それは有望だジョン。それは安定性と専門能力開発の潜在的な機会を意味します。同意します、アナ。着実な成長は、新しいプロジェクト、責任の増大、さらにはキャリアアップにつながる可能性があります。予測と、それが社内での私たちの役割にどのように影響するかについて、常に情報を得ることが重要です。そうだよアンナ。予測を把握することで、会社の目標に合わせて取り組みを進めることができます。また、変化を予測し、新しい状況に積極的に適応するのにも役立ちます。予測される成長にどのような要因が寄与しているのか知りたいです。市場動向を分析するのは面白いだろう。成長に影響を与える要因には、市場動向、顧客の需要、効果的な戦略などがあります。さまざまな要素が組み合わさって会社の未来を形作る様子は魅力的です。絶対に、ジョン。包括的な分析は貴重な洞察をもたらし、意思決定プロセスの指針となります。各部署が会社全体の成長に貢献することが重要だと思います。そうだね、ジョン。持続可能な成長には、異なるチーム間の協力と相乗効果が不可欠です。会社を前進させ、予測される成長を達成するには、私たち全員が役割を果たすことができます。それが精神だよ、ジョン。一人一人の貢献は重要であり、大きな影響を与える可能性があります。この旅に参加し、会社の成功に貢献できることを嬉しく思います。ジョン、あなたの熱意は伝染するわ。あなたの献身と積極性を見るのは刺激的です。ありがとう、アナ。私は私たちの会社の可能性とこれからの機会を信じています。成長が予測される中、私たちは機敏さを保ち、市場の変化に適応することが重要です。絶対に、アンナ。私たちはイノベーションを受け入れ、改善と進化の方法を継続的に模索する必要があります。この成長過程では、継続的な学習と専門能力開発も不可欠です。アンナ、これ以上同意できない。私たちはあらゆる機会を捉えてスキルと知識を高めるべきです。そうすることで、会社の成長と個人の成長に同時に貢献することができます。これは双方にメリットのある状況です。アンナ、私たちの共同の努力がどのように未来を形作るかを見るのを楽しみにしています。私も、ジョン。集中力を保ち、モチベーションを保ち、やってくる機会を受け入れる準備をしましょう。予測される成長と、これからのエキサイティングな旅についてお伝えします。
レッスン後、新しい習慣を試す。良い習慣を身につけることが個人の成長と成功にとって重要である理由がわかります。絶対に、ジョン。習慣は私たちの行動を形作り、私たちの生活に大きな影響を与えます。私は成功している人々と、彼らがその業績に帰する習慣について読んできました。面白いよ。ジョン気になった習慣にはどんなものがありますか？私が際立っていた習慣の一つは、早起きして意図的に一日を始めることです。私も聞いたことがあるよ、ジョン。これにより、生産的で集中的な一日のスタートを切ることができます。はい、セルフケア、計画、その日の目標設定の機会を提供します。私は間違いなくその習慣を自分で試すことを検討します。時間を有効活用するには素晴らしい方法のようだ。私が出会ったもう一つの習慣は、日常的に感謝の気持ちを実践することです。感謝の気持ちは強い、ジョン。それは私たちが今持っているものに焦点を移し、前向きな考え方を育むのに役立ちます。絶対に、アンナ、感謝の気持ちを伝えることで、私たちの生活にもっと喜びと満足感をもたらすことができます。感謝の気持ちを日課にも取り入れるように頑張ります。シンプルだけどインパクトのある習慣です。私の注意を引いたもう一つの習慣は、知識を広げ、新しい視点を獲得するために定期的に読書をすることです。読書は素晴らしい習慣だ、ジョン。それは私たちの視野を広げ、知的成長を刺激します。はい、他の人の経験や知恵から学ぶことができます。私はすでに熱心な読者ですが、もっと多様なジャンルやトピックを読むように意識的に努力します。素晴らしい、アナ。さまざまなテーマを探求することで、総合的な視点を身につけることができます。私がやってみようと思っていたもう一つの習慣は、マインドフルネスと瞑想を実践することです。マインドフルネスは強力な実践です、アンナ。それは私たちが現状を保ち、落ち着きを育むのに役立ちます。なぜそれが有益なのかわかるよ。ジョン。ストレスを軽減し、全体的な健康状態を改善することができます。絶対に、アンナ。試してみて、それが私たちの日常生活にどのようにプラスの影響を与えるかを見る価値はあります。マインドフルネスを自分のルーティンに取り入れることを絶対に検討します。役に立つ習慣のように思えます。成功した人がよく言うもう一つの習慣は、特定の目標を設定し、それに向かって取り組むことです。目標設定は進歩と成長にとって極めて重要です、ジョン。それは私たちに方向性と目的意識を与えてくれます。はい、明確な目標を持つことで、旅の途中で集中力を保ち、モチベーションを維持することができます。有意義な目標を設定し、それを実行可能なステップに分解することを重視します。素晴らしい、アナ。目標に向かって一貫した行動をとることが、目標を達成するための鍵です。同意するよ、ジョン。積極的に行動し、自分の成長と成功に責任を持つことが重要です。これらの習慣を試すことは、私たちの生活に良い変化をもたらすことができます。自己啓発の機会を取り入れましょう。これらの習慣がどのように私たちの幸福を高め、私たちの可能性を最大限に引き出すのに役立つかを見るのを楽しみにしています。アンナ。これらの習慣を身につけ、
私たちの生活にプラスの影響を与えるために、お互いに支え合いましょう。これらの洞察を共有してくれてありがとう、ジョン。この自己改善の旅を一緒に始めましょう。どういたしまして、アンナ。お互いを励まし、その過程での進歩を祝いましょレッスン6、アドバイスを求める。アンナ、アドバイスをお願いしたいんだけど、あなたの意見を当てにしていい？もちろん、ジョン。いつでも喜んでお手伝いします。どんなことについてアドバイスが必要ですか？キャリアチェンジを考えているのですが、次に取るべきステップがわかりません。何か提案はありますか？承知しました、ジョン。まず、自分のスキル、興味、長期的な目標を評価することが重要です。それは理にかなっています。アナ、自分のキャリアが自分の情熱や願望に合っていることを確認したいです。あなたの興味に共感できる様々な業界や職種について調査することを検討してください。それは良い出発点です。アナ、理解を深めるために様々なオプションを検討します。ネットワーキングは洞察を集め、希望する分野の専門家とつながる上でも役立ちます。私は自分の専門的ネットワークを広げ、経験豊富な人から指導を受けるよう努力します。さらに、履歴書を更新して特定の業界に合わせて調整することで、チャンスを増やすことができます。関連するスキルや経験を強調するために、必ず履歴書の改訂に取り組みます。コースや認定資格など、専門能力開発の機会を忘れないでください。そうだね、アンナ。今日の進化する雇用市場では、継続的な学習とスキルアップが不可欠です。ガイダンスやサポートを提供できるキャリアカウンセラーやメンターに連絡することを検討してください。いいアイディアだね。あんなアイデアを出し合う経験のある人がいることは非常に貴重です。また、プロセス全体を通して辛抱強く、粘り強く取り組むことも重要です。ジョン。変化には時間がかかる。それを覚えておくよ、アナ。目標達成には常に集中し、献身的に取り組むことが不可欠です。最後に、自分の直感を信じて、自分の価値観や願望に合った決定を下してください。アンナさん、アドバイスありがとうございます。あなたの洞察と指導に感謝します。どういたしまして、ジョン。忘れないでね。充実したキャリアへの道のりをサポートするためにここにいる。アンナさん、あなたを友人でありメンターとして迎えることができて感謝しています。あなたのアドバイスは私にとって大きな意味があります。助けになれて嬉しいよ、ジョン。これからも連絡を取り合って、お互いを支え合いましょう。絶対に、アンナ。力を合わせれば、どんな課題も乗り越え、願望を達成することができます。ジョン、新配事を私に任せてくれてありがとう。私はあなたの可能性を信じており、あなたが正しい選択をしてくれることを知っています。私に対するあなたの信頼は励みになります。私の進捗状況については最新情報をお伝えします。レッスン7、フィードバックを受け取る。おはよう、アンナ。共有したいニュースがあります。あなたのフィードバックを大切にしています。おはよう、ジョン。それを聞いて嬉しいよ。
必要な情報やアドバイスを提供するためにここにいます。最近、仕事でプロジェクトを完了しましたが、それについてのあなたの考えを知りたいです。承知しました、ジョン。喜んでフィードバックを差し上げます。具体的にどのような点に注目してほしいですか？特に、プロジェクトの全体的な効果とプレゼンテーションについてのあなたの意見に興味があります。ジョン、私が観察したところ、あなたのプロジェクトはうまく実行され、望ましい結果をもたらしました。聞いてよかったよ。アンナたくさん努力したから、それが報われてよかった。プレゼンテーションは明確で、簡潔で、魅力的で、聴衆が理解しやすいものでした。メッセージが効果的に伝わったので安心しました。アンナ、インパクトのあるものにしたかったんです。さらに、用意したビジュアルとサポート資料により、プレゼンテーション全体が強化されました。それを指摘してくれてありがとう。アンナ、ビジュアルが内容を引き立たせるようにしたかったのです。プロジェクトで潜在的な課題に取り組み、解決策を提供してくれたことに感謝します。アンナ、どんな障害も予測して対処することが重要でした。それが価値あるものだと分かってよかったです。ジョンさん、改善すべき点の一つとして、より具体的なデータや指標を含めることが挙げられます。それは妥当な点だ。アナ、具体的なデータを追加すればプロジェクトの説得力が高まる。全体的に、ジョン、あなたのプロジェクトは十分に調査され、整理され、自信を持って提供されました。アンナ、フィードバックに感謝します。私が正しい方向に進んでいることを安心させてくれます。ジョン、フィードバックは私たちの成長と改善に役立つことを忘れないでください。ポジティブなフィードバックと建設的なフィードバックの両方を取り入れましょう。そうだね、アンナ。君の提案は今後のプロジェクトで考慮に入れよう。それが精神だよ、ジョン。継続的な改善は、個人的及び職業的能力開発の鍵です。アンナ、貴重なフィードバックをありがとうございました。それは私にとって大きな意味があります。どういたしまして、ジョン。私はいつでもあなたをサポートし、必要な時にいつでもフィードバックを提供します。アンナさんを信頼できる友人でありアドバイザーとして迎えることができて感謝しています。あなたの洞察はかけがえのないものです。同じように、ジョン。これからも一人一人の旅で共に学び、成長していきましょう。絶対に、アンナ。力を合わせれば、私たちは素晴らしいことを成し遂げ、さらに良い自分になれるのです。レッスン8、コミットメントの妥協。アンナ、プロジェクトのタイムラインについて考えてたんだ。もっと長い約束ができると思いますか？面白いアイディアだね、ジョン。3年間の約束で中途半端な打ち合わせをするのはどう？ 3 年は妥当なように思えます。これにより、ある程度の柔軟性を保ちながら目標を達成することができます。絶対に、ジョン。3年は長期的な計画と成長のための強固な基盤となります。また、プロジェクトに対する私たちの献身とコミットメントを示しており、利害関係者の信頼を高めることができます。同意するよ、ジョン。長期的なコミットメントを示すことで、信頼と信頼を育むことができます。
ただし、3年間に発生する可能性のある潜在的なリスクと不確実性についても考慮する必要があります。それは妥当な点だ、ジョン。戦略を定期的に見直して適用させることで、これらのリスクを軽減できます。継続的な評価と調整により、予期せぬ課題があっても順調に進むことができます。オープンなコミュニケーションを維持し、あらゆる問題に迅速かつ協力して対処することが不可欠です。同意しました、アンナ。定期的なチェックインとチームミーティングは、私たちが足並みを揃え、一緒に生涯を克服するのに役立ちます。さらに、進捗状況を追跡するためのマイルストーンと主要業績評価指標を設定する必要があります。マイルストーンを追跡することで、成果を祝い、改善が必要な分野を特定することができます。また、プロジェクトがうまくいけば、コミットメントを3年以上に拡大する可能性についても考えてみましょう。いいアイディアだね。あんなプロジェクトが成功すれば、拡大の機会を探ることができます。ただし、プロジェクトの状況や市場の状況の変化に適応し、オープンであり続ける必要があります。柔軟性は非常に重要です、アンナ。私たちは機敏で、状況に応じて方向転換する準備ができている必要があります。絶対に、ジョン。変化に適応し、受け入れる能力は、私たちの長期的な成功に貢献します。それで決着がつきました。途中で打ち合わせをして、プロジェクトの3年間のスケジュールを決めます。同意しました、ジョン。この取り組みによって、私たちは効果的に目標を達成できると確信しています。アンナ、これについて私と話し合ってくれてありがとう。あなたのインプットとコラボレーションはかけがえのないものです。どういたしまして、ジョン妥協点を見つけ、成功に向けて協力してくださることに感謝します。力を合わせれば、直面する課題や機会を乗り越えることができます。それを実現させましょう。絶対に、ジョン。あなたと一緒にこの旅に出られることにワクワクしています。3年間のコミットメントを成功させましょう。乾杯、アンナ。これからの時間を最大限に生かして、一緒に素晴らしいものを作りましょう。レッスン9、おすすめの食べ物。アンナ、ダウンタウンに新しいイタリアンレストランがオープンしたと聞きました。何がおすすめですか？彼らのパスタとピザは最高です。ああ、本当に？イタリア料理が大好き。パスタには定番のスパゲッティカルボナーラを試してみることを強くお勧めします。スパゲッティカルボナーラ美味しそう。ピザはどう？何か特に美味しい味はありますか？肉好きならペパロニピザは必見です。風味豊かでサクサクの食感が最高です。それは素晴らしいですね。美味しいペパロニピザが食べたくてたまらない。他に試す価値のある料理はありますか？絶対に、ジョン。彼らのラザニアも絶品です。濃厚でチーズっぽく、食欲をそそるフレーバーが重なっています。考えているだけでお腹が空いてきた。メニューにベジタリアンのオプションはありますか？はい、フレッシュトマト、モッツァレラチーズ、バジルをトッピングした美味しいマルゲリータピザがあります。ベジタリアンのお気に入りです。
それは知っておくと素晴らしいことです。外食するときはベジタリアンのオプションがあるのが好きだ。そのレストランは居心地がよく、親しみやすいですか？はい、暖かく居心地の良い雰囲気で、カジュアルなディナーや友人との集まりに最適です。素晴らしい。心地よい雰囲気の中で食事を楽しんでいます。普段は混んでいますか？予約した方がいいの？特にピーク時には人気のスポットです。テーブルを確保するためには予約をしておくと良いでしょう。必ずそうするよ。アンナ、推薦してくれてありがとう。この場所を試すのは本当にワクワクします。どういたしまして、ジョンきっと素晴らしい食事体験ができると思います。食事を楽しんでください。そうするよ。アンナ、もし一緒にパスタやピザを食べたいなら、知らせて。ぜひそうしたいわ。ジョンイタリア料理はいつでもいいアイディアだ。もうすぐ夕食の計画を立てるよ。計画のようですね。予約したら連絡します。楽しみにしています。素晴らしい。カレンダーに印をつけておくよ。美味しいパスタとピザを一緒に食べるのが待ちきれません。デートだよアンナ。それまで一緒に新しい料理の冒険を探り続けましょ絶対に、ジョン。人生は短すぎて、美味しい食事と良い仲間を逃すわけにはいかない。フードアドベンチャーをもっとたくさん楽しみましょう。乾杯、アンナ。一口一口味わって、心に残る思い出を作りましょレッスン10、料理のコツ。アンナ、今夜は夕食の支度をしてるんだ。パスタを作るよ。わかった。パスタも茹で始めようかな。はい、お願いします。パスタを茹でることが第一歩です。必ず大きな鍋に水を入れて沸騰させてください。よし、鍋を用意してお湯を温めます。水に何か加えたらいいの？はい、沸騰したお湯に塩を加えることを忘れないでください。パスタを調理するときに味付けをしておくと役立ちます。思い出させてくれてありがとう。水に塩をたっぷり加えます。パスタはどれくらいの時間調理すればいいの？推奨調理時間については、パッケージの説明書を確認してください。通常は8分から12分です。わかった。時間を見守ってパスタの出来具合を試してみるよ。アルデンテにすべきか？はい、アルデンテは理想的な食感です。パスタは火が通っているのに、少し硬さが残っているということです。パーフェクト。焼きすぎないようにするよ。パスタができたら、次は何をする？調理したパスタを水気を切ったら、お好みのソースや材料をトッピングできます。いいですね。パスタが調理されている間にソースを用意します。おすすめのシンプルなソースは？ニンニク、玉ねぎ、ハーブが入ったクラシックなトマトソースはいつでも良い選択です。または、クリーミーなアルフレドソースを試すこともできます。どちらのオプションも美味しそうです。今夜は定番のトマトソースを使います。それを作る際の具体的なコツは？
ニンニクと玉ねぎをオリーブオイルで香ばしく黄金色になるまで炒めます。次に、砕いたトマトを加え、しばらく煮込むと風味が増します。素晴らしい。その手順に従って、パスタが調理されている間、ソースを煮ます。一緒に投げたらいいの？はい、パスタとソースの準備ができたら、パスタを水気を切り、鍋に加えます。パスタを均一に塗るために、そっと混ぜ合わせます。パスタを鍋に移して混ぜ合わせます。最後の仕上げや付け合わせは？すりおろしたパルメザンチーズとバジルやパセリなどの新鮮なハーブを振りかけてからお召し上がりください。素晴らしい。パルメザンチーズとバジルが手元にあります。最後の仕上げとして追加します。アンナさん、ご指導ありがとうございます。どういたしまして、ジョンパスタを作るのは簡単だけど満足できる食事だ。きっと美味しくなるよ。あなたの信頼に感謝します。頑張ります。手作りのパスタディナーを楽しんでワクワクしています。ジョン、料理体験を楽しんでください。さらにサポートが必要な場合はお知らせください。ボナペティ。ありがとう、アナ。最新情報をお届けしますので、他に質問があれば必ず尋ねます。パスタナイトを成功させましょう。レッスン11、整理整頓をする。アンナ、私は最近大きなプロジェクトに取り組んでいて、やることがたくさんあります。それは大変な作業のように思えます。どうやって整理整頓してる？わかるよ。ジョンタスクを効率的に管理するには、整理整頓が重要です。私はいくつかの戦略に頼っています。彼らの話を聞きたい？絶対に。いくつかコツがいるよ。整理整頓を保つための戦略を教えてください。まず、やることリストを作成します。達成すべきタスクをすべて書き留め、重要性と期日に基づいて優先順位をつけます。それはいい考えだ。トゥードゥーリストがあると、作業負荷を視覚化するのに役立ちます。時間を効果的に管理するにはどうすればよいでしょうか？タイムブロッキングは時間の管理に役立ちます。一日を通して様々なタスクや仕事の種類に特定の時間枠を割り当てています。タイムブロッキングは効果的ですね。各タスクに専用の時間を設けると助かります。整理にデジタルツールを使っていますか？はい。プレロやアーサナなどの生産性向上アプリを使ってデジタルタスクボードを作成し、進捗状況を追跡しています。これらは私が物事を常に把握すそれらるのにのアプリに役立ちます。ついて聞いたことがあります。私はそれらを試してみるべきだ。重要な書類やファイルを管理するコツはありますか？はい。デジタルファイルを透明なラベルのついたフォルダーに整理し、簡単にアクセスできるように Google ドライブや Dropbox などのクラウドストレージサービスを使用しています。それは賢いことです。必要な時にファイルを探すのに苦労することが多いです。クラウドストレージとフォルダーを使うと簡単になります。他の戦略は？はい。フィジカルプランナーを使って重要な日付や締め切りを書き留めています。スケジュールの概要を素早く把握するのに役立ちます。フィジカルプランナーは特にクイックリファレンスとして便利ですね。入手を検討します。気を散らすものにはどう対処するの？
気が散らないように、集中して仕事をしている間は、スマートフォンやパソコンの通知をオフにしています。集中力を保つのに役立ちます。それは良い習慣です。通知は気が散るものです。それを実装すべきだ。予期せぬタスクや変更にどう対処するか？柔軟性が鍵です。予期しないタスクや変更が発生する場合に備えて、スケジュールにいくらかのバッファ時間を残すようにしています。スマートな思考、柔軟性があると適応性が向上します。それを計画に必ず組み込むつもりです。ありがとう、アンナ。どういたしまして。ジョン・これらの戦略が皆さんが整理された状態を保ち、仕事量を効果的に管理するのに役立つことを願っています。私は彼らがそうするだろうと確信しています。あなたのヒントは実用的で簡単に実装できます。整理整頓を保ち、生産性を高めるためのコツです。おめでとう、ジョン。プロジェクトが成功し、整理された状態を保つことを願っています。一歩ずつ覚えておいてください。ありがとう、アナ。あなたのサポートとアドバイスはとても意味があります。私の進捗状況については随時更新します。一緒にこのプロジェクトを制覇しよう。絶対に、ジョン。応援しに来たよ。頑張ってください。あなたの業績を聞くのを楽しみにしています。これ持ってるね。アンナ、信頼してくれてありがとう。頑張ります。力を合わせて、それを実現させましょう。レッスン12、オンラインセキュリティ。アンナ、オンラインのセキュリティ侵害に関するホラーストーリーを聞いたことがあります。心配です。ジョン、あなたの懸念は理解しています。オンラインセキュリティを優先することは重要です。ほとんどの評判の良いウェブサイトは安全です。暗号化プロトコルが導入されていますよね。聞いたことがある。しかし、どうすればウェブサイトが安全であることを保証できるのでしょうか？アドレスバーで南京錠マークを探し、ウェブサイトの URL が HTTP ではなく HTTPS で始まっていることを確認します。これは安全な接続であることを示しています。ああ、なるほど。つまり、HTTPS は接続が暗号化されていることを意味します。これは良いヒントです。ウェブサイトが安全であることを示す兆候は他にありますか？はい、別のサインはウェブサイトに表示されているセキュリティ証明書です。これにより、ウェブサイトが検証され、信頼できるものであることを確認できます。それは理にかなっています。ブラウジングするときは、それらの兆候に注意します。強固で安全なパスワードを作るのはどうですか？強力なパスワードを使用することが重要です。一般的な言葉や個人情報の使用は避けてください。代わりに、大文字と小文字、数字、記号を組み合わせて使用してください。わかった。これからは、複雑なパスワードを作るようにするよ。しかし、それらをすべて覚えておくのは難しい場合があります。何か提案はありますか？パスワードマネージャーを使用すると役に立ちます。パスワードを安全に保存し、一つのマスターパスワードでアクセスできるようにします。便利そうですね。パスワードマネージャーの使用方法を調べます。フィッシングメールについてはどうですか？どうすれば見分けることができますか？フィッシングメールは正当に見えますが、個人情報を盗むことを目的としていることがよくあります。
機密データを求めるメールや疑わしいリンクを含むメールには注意してください。メールには特に注意するよ。疑わしい場合は、個人情報を共有する前に送信者の身元を確認する必要がありますよね。絶対に、ジョン。送信者の申請性を再確認するか、会社に直接連絡してメールが本物かどうかを確認する方が良いでしょう。良いアドバイスです。個人情報をオンラインで共有するときには、もっと慎重になるつもりです。公共の Wi-Fi ネットワークについてはどうですか？公共の Wi-Fi ネットワークにはリスクが伴います。セキュリティで保護されていないネットワークに接続している間は、機密情報にアクセスしたり、オンライン取引を行ったそれをりしない心でに留めてください。おくよ。セキュリティを強化するには、パブリック Wi-Fi に接続するときは仮想プライベートネットワーク VPN を使用する方が良いですよね。その通りです、ジョン。VPN はインターネットトラフィックを暗号化し、パブリックネットワークを使用する際のデータを保護するのに役立ちます。素晴らしい。セキュリティを強化するために VPN の使用を検討します。アンナ、これらの貴重なヒントをありがとう。今はもっと準備が整った気がする。どういたしまして、ジョン。手伝えてよかった。オンラインセキュリティを維持するには、常に警戒を怠らず、情報を得ることが重要であることを忘れないでください。絶対に、アンナ。オンラインでの存在感を守るために、慎重にこれらのヒントを適用するつもりです。デジタルの世界で安全を保つためのコツです。おめでとう、ジョン。安全で安心なオンライン環境を維持しましょう。他にご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。知識は力なり。ありがとう、アナ。ご支援に感謝します。さらに説明が必要な場合は連絡します。一緒に安全を保ちましょう。レッスン13、自発的な週末旅行。ねえ、アナ。自発的な週末の休暇を計画しようと思ってた。どこに行くべきか何か提案はありますか？ワクワクしますね、ジョン。ビーチでのデスティネーションはいかがですか？海辺でリラックスして太陽の光を楽しむことができます。それは素晴らしいアイデアです。ビーチでの時間を少し使ってもいいよ。特定のビーチ行き先を考えていることはありますか？フロリダ州マイアミへの旅行はいかがですか？美しいビーチ、活気に満ちたナイトライフ、美味しい料理で知られています。マイアミは素晴らしいですね。この街について素晴らしい話を聞いたことがある。他に検討できるビーチオプションはありますか？もう一つの選択肢はカリフォルニア州サンディエゴです。美しいビーチ、のんびりとした雰囲気、そしてたくさんのアウトドアアクティビティがあります。サンディエゴも素晴らしいですね。西海岸を探検するのもいいですね。山での休暇はいかがですか？何かおすすめは？山が好きなら、ノースカロライナ州アッシュビルは、息を飲むような景色、ハイキングコース、居心地の良いキャビンがある魅力的な目的地です。アッシュビルは静かな隠れ家のようです。自然に囲まれているというアイデアが大好きです。他に山の目的地はありますか？もう一つの選択肢は、カナダのバンフ国立公園です。素晴らしい景観、ハイキング、野生動物との出会いが楽しめます。バンフ国立公園は素晴らしい。ずっと訪れてみたいと思っていました。
記憶に残る冒険になるだろう。シティでの休暇はいかがですか？都会での休暇にはニューヨークシティが最適です。象徴的なランドマーク、世界クラスの美術館、活気に満ちた雰囲気があります。ニューヨーク市は私のやりたいことリストに載っています。やることが無限にある、とても象徴的な街です。他におすすめの都市はありますか？シカゴはもう一つの素晴らしい都市休暇の選択肢です。見事な建築物、多様な地域、活気あるフードシーンが楽しめます。シカゴは文化と興奮が完璧に融合しているように思えます。絶対に検討してみます。アンナ、素晴らしい提案をありがとう。どういたしまして、ジョン提案を気に入ってくれて嬉しいです。事前に旅行制限を確認し、宿泊施設を予約することを忘れないでください。絶対に、アンナ。それに応じて計画を立てるよ。さあ、自発的な冒険の時間だ。週末の休暇を最大限に活用しましょう。これ以上同意できないわ、ジョン。素晴らしい時間をお過ごしください。リラックスして一瞬一瞬を楽しむことを忘れないでください。安全な旅を。ありがとう、アナ。君の忠告を心に留めておくよ。帰ったら、ワクワクするような詳細を全部話します。忘れられない週末になりますように。レッスン14、医療検査。アンナ、最近いくつかのテストをしたんだけど、心強い。さまざまな医療検査について詳しく教えていただけますか？もちろん、ジョン。医療検査は、様々な健康状態の診断と監視において重要な役割を果たします。具体的にはどのような検査を受けましたか？血液検査、X 線検査、心電図検査を受けました。まず血液検査から始めましょう。どんな情報を提供できるの？血液検査は、全体的な健康状態に関する貴重な情報を提供できます。コレステロール値、血糖、肝機能などを測定できます。それは面白い。それができてよかった。レントゲンは特定の病状の診断にはどのように役立ちますか？X 線検査は放射線を利用して体内の画像を作成する画像検査の一種です。骨折や肺感染症などの検出に役立ちます。なるほど。テクノロジーによって私たちの体の中が見えるようになるのは面白いですね。そして、心電図 ECG には何が含まれますか？心電図は心臓の電気的活動を測定します。心臓のリズムの異常を検出したり、不整脈などの状態を診断したりするのに役立ちます。それは知っておくと良いことです。心臓はとても重要な器官です。他に特筆すべき一般的な医療検査はありますか？はい、その他の一般的な検査には、尿分析、MRI スキャン、CT スキャンなどがあります。各検査は特定の目的を果たし、貴重な情報を提供します。尿分析は面白そうですね。人の健康について何が明らかになりますか？尿分析により、腎機能、尿路感染症、および体内の特定の物質の存在に関する情報が得られます。それは役に立ちます。尿がこんなに多くの情報を提供できるなんて知らなかった。また、
MRI や CT スキャンについてはどうでしょうか？両者はどう違うのでしょうか？ MRI、磁気共鳴画像法と CT、コンピューター断層撮影、スキャンはどちらも身体の詳細な画像を生成しますが、使用する技術は異なります。MRI スキャンと CT スキャンの違いについて詳しく説明していただけますか？確かに、ジョン。MRI は強力な磁石と電波を使って放射線を使わずに詳細な画像を生成します。一方、CT スキャンでは X 線を使用して画像を生成します。今わかりました。これらの検査が私たちの健康に関する貴重な洞察をいかに提供できるかは興味深いです。説明してくれてありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン手伝えてよかった。医療検査は、医療従事者が私たちの健康状態を評価し監視するために欠かせないツールです。絶対に、アンナ。これらの検査が貴重な情報を提供できると知って安心しています。健康と幸福を維持するためにはここが一番です。おめでとう、ジョン。健康管理は極めて重要だ。医療検査について他に質問があれば遠慮なく聞いてください。ありがとう、アナ。ご支援に感謝します。さらに説明が必要な場合は必ず連絡します。健康を維持し、情報を得ましょう。レッスン15、スイートへのアップグレード。アンナ、もうすぐ特別な日があって、スイートにアップグレードしたいんだ。それについてどう思いますか？素晴らしいアイディアだね、ジョン。スイートにアップグレードすると、高級感が加わり、特別な機会をさらに思い出深いものにすることができます。まさに、本当に特別な体験にしたいです。ホテルのスイートルームにアップグレードするにはどうすればいいですか？一つの方法は、ホテルに直接連絡して、スイートの空き状況について問い合わせることです。オプションや追加費用に関する情報を提供してくれます。それは理にかなっています。ホテルに連絡して何ができるか見てみます。スイートのアップグレードを確保する他の方法はありますか？もう一つの選択肢は、ホテルのロイヤルティプログラムに参加することです。会員は、会員資格に応じて無料アップグレードなどの特典を受けることがあります。ああ、それは面白いです。そのホテルに参加できるロイヤルティプログラムがあるか確認してみます。うまくいけば、アップグレードを受けるチャンスが増えるでしょう。やってみる価値はあるよ。ジョンロイヤルティプログラムでは、滞在中に追加の特典や特典が提供されることがよくあります。ぜひ調べてみます。さて、スイート自体に関して言えば、普通の部屋と比べて何が期待できるでしょうか？スイートは通常の部屋よりも大きくて広々としています。独立したリビングエリア、簡易キッチン、ワンランク上のアメニティを備えている場合もあります。それは素晴らしいですね。その余分なスペースと快適さが欲しいです。それはその機会をさらに特別なものにするでしょう。絶対に、ジョン。スイートでは、より豪華で快適な体験ができることが多く、リラックスして時間を最大限に楽しむことができます。それがまさに私が目指していることです。この特別な機会に、思い出に残る体験をしたいと思っています。アンナさん、アドバイスありがとうございます。
どういたしまして、ジョン手伝えてよかった。スイートルームを確保して、特別な日を祝って素晴らしい時間を過ごしていただければ幸いです。アンナ、あなたのサポートに感謝します。すべての詳細と結果をお伝えします。思い出に残る贅沢な体験を。おめでとう、ジョン。その話を聞くのが待ちきれないよ。特別な機会を楽しみ、アップグレードされたスイートで素晴らしい時間をお過ごしください。ありがとう、アナ。絶対に最大限活用するよ。君の願いは大きな意味がある。お祝いを始めましょう。